ね、今後みんなが一番気になるのは収益の部分だと思うから、ちゃんと収益化できるのかみたいな感じで今動画を作っていってるんだけど、絶対いい感じに収益化できるっていう自信があるので見ててください。はい、楽しみにしていてくださいと。はい、そういうことです。はい、富士山のふもとにあるこの古民家を私はゲストハウスに変えようとしています。そのためにまず手をつけたのが土間。業者さんに頼むと土間叩きの施工費は100万円近くかかると言われました。だったら自分でやってみよう、そう決めました。材料はこの庭の畑の土。畑だった場所の土を掘って自分の手で叩きに必要な土を作るところから始めました。最初は残地物の中にあったふるいで土をこしていたんですが、これがとにかく時間がかかる。腰にもくるし効率が悪すぎました。でも途中で出会った救世主、それは後で動画の最後ら辺で説明します。土は買わずに自分の手で作る。時間はかかってもその分愛着が湧く。古民家を自分の手でゲストハウスに。このチャンネルはそんな挑戦を記録していくドキュメンタリーです。この作業着、実は古民家から出てきた昔の寝巻きなんです。処分する予定だったんだけど、試しに着てみたらこれが意外と快適でありよりのありでした。綿素材で風通しも良くて、暑くて汗をかいても全然ベタベタしないし、肌に張り付かなくて農作業にもぴったりでした。しかも汚れても全然気にならないし、洗えばすぐ乾く。最近はこれが一番のお気に入り。なるべく今あるもので工夫して身の丈に合ったやり方で自分の手で一歩ずつ理想の空間に近づいていきたい。そんな気持ちで毎日やってます。やっほー。今日もさ、何してんの？最近はうん。こういった庭にある石ころを集めて、これを土間叩きに使うために必死にかき集めては中に入れてます。そうなんだ。はい。なんで石がいい叩きの一番基礎になる部分、の？うん、そこに大きい石を積んで一番上には砂になるようにする必要があるから。ああ、なるほどね。そじゃあこの石入れることで強度が増す的な感じ？そうそう。ただ石を購入するにも配送料とかがすごい高くついちゃって、結局ね、うん、何万円とかかかってくるわけじゃん。うん、うん。だったら家に畑とかもあるし、こんなにたくさん石ころが転がってるから、それを使ってやれば全部無料でできるって思うじゃん。なるほど。そうそう。こうやってもうすくって全部入れようかなってうん、思ったんだよ。うん、だってそうしたらもう無料じゃん、めっちゃ簡単じゃんって思うじゃん、こうやってすくってさ。だけどすくったらこうやってね、なんか例えばここら辺のやつにすくうと土とか雑草、うん。あとは枯れ葉、はい。そういうのがいっぱい入ってたら使えないらしくて。なるほど。そうするとこうやってさ、一個一個土を取らないようにうん。分けて、ここにこうやって入れていくっていう作業が必要になってくるの。なるほど。そうしたらさ、ここに無限にある石ころをはい。簡単に集めることがなんとできなくて、はすっごい時間がかかってるの。い。やばいね。そうこれ何日目？砂利を集めて。何日目なんだろう。結局早く進めたいのに1週間ぐらいかかってんのかな今は。やばいね。そうまだこ購入すの量はればはい。すごく早く、もう1日2日で済んでしまうことなんだけど、はい。こうやってあるものを再利用するってすごく大変なんだなっていうことを今学んでます。はい。
通にあるものを買うよりも時間と手間がすごいかかるじゃん。はい。だから今そういうところで葛藤してるっていう感じ。なるほど。時間を取るか、うん、手間を取ってコストを抑えるか。今までだったら多分お金を出してすぐに解決してたと思うの。はい。でも今だからこの経験ができると思って、そうだね。そう根気強くこうやって石ころをね選集めてる。別して、そう集めてやっていこうかなって思ってます。だけどこれ達成した時にはすごい達成感だと思うし、お客さんにこの土間叩きって家の土を使って作ったんだよって言えるわけじゃん、うんうん、それって買うよりも自慢できることだと思うから、頑張って今作業を進めてるっていうところです。なるほど。じゃあ今家の中の石はどれぐらい溜まってるの？今家の石はよいしょ、結構ブロック塀とか、あとなんだろう、いらないお皿がすごい出てきたから、それをひたすらボーンって投げてやっていったり。そう、すごい溜まったね。いらないコップやお皿、はい、ガラス製品じゃないもの、陶器のもの、あとは鉢植えとかブロック塀、はい、そういったもの、あとはね今後やっていくのが洗面器とトイレも砕いてここに埋めておこうかなって思う。なるほどね。そうすることによって産業廃棄物になるものが再利用できて、なる処分代もかからないし、いいんじゃないかなって思って。これなんか粒の大きさとかは関係あるの？なんか一応専門の人に見てもらった時に、大きいものを上にするよりもこういう大きくてゴツゴツしたものを一番下にして、でなんかさっき拾ってた砂利、ああいうのを上に来るようにしたらいいと言ってました。なるほど。じゃあ今拾ってたのは今からここの上に流すっていう感じ？そうそうそう、だから今これすごいゴツゴツしてるじゃん、はいはい、その上にさっき庭で拾った石をこうザーって敷いて、でその上に畑で取ってきた土を敷いて転圧するの。はい、なるほど。家の周りに転がってた残地物や庭にあった石を一個一個砕いて叩きの基礎にしています。買うお金はないからとにかく使えるものは何でも使う。この場所を再起の足元にするために、まずは自分の足で立てる床から作り直してます。大丈夫？重い？やばいね。これは昨日拾ってたやつよりも細かいやつなの？あ、そうだね。一番上ではないけど中ぐらいになる。はい。ここからは床の高さを調整していく作業。砕いた石や残地物を混ぜて一輪車で何度も運んだ土を少しずつ慣らしていきます。地味で単純だけど、この作業の精度で後の仕上がりが全然違ってくる。使ってるスコップは庭の裏に転がってた雪かき用のプラスチック製。土を運ぶにはちょっと頼りないけど、買う余裕もないし、とりあえず今あるものでやってます。この場所をゼロからもう一度立ち上げるって決めた時、
全部がきれいに整っている必要はないと思った。バラバラの素材でも手をかければちゃんと形になるはずだから。手で土を鳴らしながら、ここが玄関になる、この辺に収納があったら便利かもって小さな未来を想像してる。どんな風に仕上がるかなんて正直まだわからないけど、とにかく前に進みたかった。だから今はただ手を動かしてる。少しでもこの場所に未来が生まれるように。そしてもう一度自分の人生を築き直すためにね。こっちの廊下とこっちのキッチン、全部に敷き詰める必要があります。この石ころも購入すると配送料などで結構お金がかかってくるので、このお庭にあるものやいらないブロック塀などを砕いてここに敷き詰めていきます。できるところまでは自分で砕いて埋めたけど、やっぱりどうしても量が足りなかった。地面をしっかり支えるにはちゃんとした採石がもう少し必要で、今回は配送で注文することにしました。悔しい気持ちもちょっとあったけど、全部一人でやることよりもちゃんと仕上げることを優先しました。お世話になります。今回使った採石は2トン車の1台分でおよそ2000円でした。ただ配送料がその3倍以上の7000円くらいかかりました。自分で取りに行けたら節約になるんだけど、そこは割り切って注文。採石を下ろしてもらっているこの場所は、この古民家を買った時に敷地の一部としてついてきた駐車スペースです。車が4台くらい止められる広さがあって、ゲストハウスの最大宿泊数4組とちょうどバランスがいいなと思ってます。しかもありがたいことに道路に面してて入りやすいし、今後の DIY を進めていく上でも材料の搬入や工事車両の置き場としてかなり助かっている場所です。ちなみに今回採石を届けてくれた業者さんに、この土間をプロに頼んだらいくらくらいかかるんですかって聞いてみたら、なんと100万いくかいかないかくらいって言われました。だからやっぱり自分でやるって決めてよかったって思ってます。体力も時間もかかるけど、必要な場所を自分の手で作るって感覚がちゃんと残るから。来ました。何やる？お店？ゲストハウスで、今その土間叩きを玄関からキッチンまで全部入れるんでこれ業者さんに頼んだら、しかもこれ運ばないといけないじゃないですか、入れられないんで、どれぐらい行くんですかね。僕は行かないと思うけど、でも50リードだね。行くか行かないか。生コン込みだと結構な額いくと思います。生コン込みだとですね。なるほど。最新のマシン。最新のマシン。そう、最初はふるいでこうやってやってたじゃん。やってたね。でふるいはすっごい時間かかるの。だからこれをジモティーでゲットしてきました。いくらなの？いくらだったっけ？8000円ぐらいかな。でもね、定価は4万円とかそのぐらいするから、ね、めっちゃ高いんだ。そう、すごいね、安く効率のいいものをゲットしてきました。土間叩きの一番上になる部分を作る、この畑の土で、とりあえず、どのくらいこの畑の土で作れるかわからないけど、できる分は畑の土で、もし足りなかったら採石みたいに購入するかもしれない。はい、土を入れていけばいいね。そう、土を入れていくの。はい、このなんていうのかわかんないけど、回す機械、見た目より全然ハードすぎてやばい。ジモティーで8000円だったんだけど、回すのはただじゃなかったね。
本当はコンポスト用なんだけど、土間叩き用の赤土作りに転用中。庭の土を乾かしてざっと入れて、石とか草とかをガンガンふるい落としていきます。最初は残ってた手ふるいで頑張ってたけど、多分もうあれには戻らないかもしれない。スピードも精度も全然違うし、まあこういう地味な作業の積み重ねで、かっこいい土間を自分の手で作っていきます。ちょっとずつだけど確実に前に進んでる。それが嬉しい。まあ正直これで完成形になるのか不安もあるけど、やってみなきゃわかんないし、やってみたい気持ちが勝ったって感じ。土って思ったより重いし、一つ作業するたびに体も疲れるんだけど、これをちゃんと形にして自分でやったんだぞって胸張れる日を目指して、もうちょい頑張ってみます。で、こんな感じで握ってもサラサラしてる状態がいいみたい。こんな土に触れること都会にいたらなかなかない。そうだよね。でこれを最後あそこの叩きの上に乗せて、はいはまた転圧して完成って感じ。い。なるほど。はい。結構先が遠い。いや遠いよ。だって7月オープンとか言って今まだ6月、もう6月だもんね。だいぶ業者に頼んでないので、はい。すごい時間がかかってます。これの準備をしていいってことは、中の採石はもう入れ終わったってこと？中の採石はほぼほぼ完了してて、そうもう結構硬くていい感じに仕上がってて、できる分だけ頑張ってやってみようかなって思なるほどね。う。うん、わかりました。そうだからそのために、まあふるいだったらもう本当に腕も疲れるし、なんだろう、体力もすごい消耗する割にこれしか作れないとかだったから、まあ、それもいい経験だし、なんかいろいろ面白いつながりがあって楽しみながら意外とやってるかもしれないね。じゃあ今は辛くはないと。いや全然辛くないよ。楽しいし、自分の好きなことをやってお金になるんだったら全然幸せじゃん。まあそうね。そう、はい。でもねちょっと土間叩きの完成まではまだまだだから、次の動画になっちゃうかな。うん、そうだね。うん、完成はねちょっとチャット GPT に作らせてあるので、それで見てください。ウケる。はい。はい、こんな風になるとね、イメージしてね、そうそうそう作っていきたいと思ってますので、そういうことです。はい。これを目指して頑張ります。チャンネル登録お願いします。